春の AI&ML チャンネルにようこそ。ここでは人工知能や機械学習に関する話題を発信しております。最近は毎日のようにニュースや SNS で AI の話題が流れてきますね。皆さんは AI 関連の用語どのくらいわかりますでしょうか？今日はどんな人もこれだけは知っておくと良いという AI 用語を紹介させていただきます。用語その1、人工知能。まずはそもそも人工知能って何ってところですね。実はこれとても説明が難しいです。というのも、専門家の中でもその定義ははっきりと合意がなされておりません。よく使われている定義は、学習とか推論とか計算とか、知能がやることをコンピューターで実現したものという定義です。ちょっと説明が難しいんですが、皆さんがなんとなく人工知能だと思っているものが人工知能であるという意味だと思ってください。用語その2、機械学習。機械学習というのは、簡単に言えば機械に学習をさせることで何らかのタスクを実行させようという技術のことです。じゃあ、学習って何というところだと思うんですけれども、実はこれも定義が定まってはいないんですが、よく使われる定義は、学習とはあるタスクを実行する性能が経験により改善されることというものです。とはいえ、機械学習は人工知能とほぼ同義の言葉として使われることが多いですね。生活の中で人工知能が関わることがない方であれば、機械学習イコール人工知能だと思っていただいて大丈夫だと思います。専門家同士が話すときは、機械学習は人工知能の一部を指します。つまり、機械学習ではない人工知能があるということですね。これは例えば経路探索問題のようなものがあります。Google マップである地点からある地点まで行く最短経路とか最安経路が検索できますよね。これは経路探索問題の一種でして、機械学習ではない人工知能の一例とできるでしょう。学習以外にも知能を生み出す手段があるということですね。用語その3、ニューラルネット。ニューラルネットは機械学習をするために使われるツールの一つです。これはとても便利なツールでして、学習を行うことでデータから有意義な情報を抽出したりすることができます。今最も広く使われており、最も広く研究されているものの一つです。画像処理、音声処理、翻訳などの言語処理、様々なタスクに使われています。例えば、画像の中に映っている動物が何ていう動物なのかを判別したり、例えば音声をリアルタイムに文字起こし、ディクテーションしたり、日本語の文章を英語に変換したり、様々なタスクでニューラルネットが使われています。広く使われている理由は性能が良いこともあるのですが、一番の理由はシンプルだからでしょうね。エンジニアからすると、ニューラルネットはとにかく使いやすい。ほとんど前提知識なしでも試してみることができるんですよね。今注目を集めているディープラーニング、深層学習もこのニューラルネットを使う手法の一つです。さて、今日は簡単に人工知能、機械学習、そしてニューラルネットの用語を紹介いたしました。これらが頭になんとなく入っていれば、ニュースの内容もより解像度高くわかるんじゃないでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。ご清聴ありがとうございました。コメントご意見などありましたら、お気軽にご連絡ください。